どうもチャンネルレトロキッズへようこそ。哲夫キッズです。さあこのチャンネルでは見ての通り私の積みプラが背景にたくさん積んでおります。ですのでその時の動画の本編とは関係なしに後ろに映ってたあれ見せてほしいなみたいなリクエストをたくさんいただきます。その中でも最近特に多かったのがこれ、丸井さんのハイパージュニアレーサー2のシリーズからザ・サムライ 4WD ジュニアというわけで、たくさんのリクエストにお答えして今回はこいつを作っちゃいます。それではレトロキッズスタート。レトロキッズ。さあこちらが丸井さんのハイパージュニアレーサー2のシリーズからナンバーワンザ・サムライ 4WD ジュニア。当時いろんなメーカーさんがミニ四駆っぽいやつを出していた中、丸井さんからはジュニア 4WD というシリーズが発売されていました。そちら以前このチャンネルでもターボオプティマジュニアをご紹介させていただきました。そのジュニア 4WD のシリーズ、後にその上位モデルハイパージュニアレーサーというシリーズが登場しました。今回はそれのさらにニューモデルハイパージュニアレーサー2のシリーズということで、いろんなところが進化しているだろうと思います。ただパッケージのメインのイラストはあまり進化していませんね。ターボオプティマジュニアの時と同じようにまたもやラジコンの箱絵がそのまま使われております。いいんですけどね。特に今回は元のラジコンの方も丸井さんのものですからね。ただ肝心の車そのものはかなり進化してるみたいですね。まずローハイとワイドスポンジタイヤ付き、薄くて幅が広くて軽いタイヤに変わったようですね。さらにシャーシも軽くなってモーターカバーも熱を逃がしやすくなったようですね。レース専用のジュニア 4WD ということで、超高速スーパーダッシュモーターに最長高速ギアがついております。この最長高速って初めて聞く言葉なんですけど、丸井さんが考えたんですかね。そしてさらにレース専用ということでコースを走らせることを意識してローラー付きのバンパーになりました。すごいでしょ。さすが超高級最新上位モデル。それだけにお値段も超高級。当時タミヤさんのレーサーミニ四駆シリーズが600円の時代にその倍1200円もしました。どうしても当時はミニ四駆の偽物的な扱いを受けることが多かったんですが、ただこのハイパージュニアレーサー2のシリーズ、ドノーマルのままでもめちゃくちゃ速いと風の噂で聞いたことがあります。その噂は果たして本当なのか、この後組み立てて検証してみたいと思います。それではいよいよ箱を開けていきましょう。オープン。すごい、一つ一つプラのケースに入っているあたりジュニアじゃなくて本当のラジコンみたい。この箱へのパーツの収まり方一つとってもさすがに1200円の高級モデルって感じがしますね。はい、中に入ったのは全部でこんな感じ。金型を結構しっかり磨いてたんでしょうかね。無塗装でもすごく綺麗なボディ。はい、シールもしっかりついてます。あとすごいのがここ、モーターカバーにねエンジンっぽいモールドが入ってるんですよ。箱の方にはレース専用のジュニア 4WD と書いてあったんですが、これ模型的な目線で見てもすごくレベルの高いキットな気がします。これ説明書、もうパッと見ただけで本格派感がすごい。一瞬10分の1のラジコンの説明書みたい。これはすごく楽しみになってきた。それでは作っていきましょうかね。まず金具の配置、これすごく苦手。これなんかこれで合ってんだっけってなっちゃうんだよね。はい、グリス塗り塗り。電池の金具は嫌いだけどギア好き。気持ちいい。ギア反対だった。
ギア嫌い。今嫌いになった。よし、余った。お、ああよかった。うん。ああオッケーオッケー。うん、滑らかに動く。オッケーオッケー。ギア好き。はい、このパーツなんだと思う？実はこれ肉と四駆の切り替えレバー。すごくない？このハイパージュニアレーサー2、なんとレバー一つで肉と四駆が切り替えられる。ここにスプリングがついてて、レバーでカチッてやらないとこっち側にギアが届かないようになってる仕組み。面白いな。はい、心配事の一つ、タイヤ。大丈夫そう。経年劣化でボソボソになってボロボロ崩れ落ちるんじゃないかなってちょっと心配したんだけど、使えそうな感じ。ホイールにはめてもちぎれたりはしないですね。まあこういうの絶対劣化はしてるんだけどね。だから本来の性能は出ないかもしれないんですが、とりあえず使えることは使えそうです。ワイドタイヤということなんですが、ホイールに比べてタイヤがあんまりワイドじゃないな。スポンジがちょっと劣化して縮んでんのかな。なんだろう、ちょっと幅がホイール余ってる感じがするんだよね。これでいいのかな。正解がわからない。そしてこちら軸受けのパーツ。さすが1200円のキット。メタルパーツですよ。純正でこのメタルパーツ、テンション上がりますね。はい、こうやって結構ね穴が開いてたりするんですよね。これがシャーシの軽量化ってことかな。確かにすごい軽い気がする。あ、まだモーター入れてねえんだ。電池もか。そりゃ軽いよね。さあこちらのギア2色2種類あります。こちらのオレンジが超高速タイプ、そしてこちらのグリーンが最超高速タイプ、スーパーハイスピードタイプとウルトラハイスピードタイプ。もうよくわかんない。表現の仕方が一番加速しちゃってんじゃん。そして出てきました、こちら丸井さんのスーパーダッシュモーター。これがどれぐらい速いモーターなのか未知数。そして今回私が選んだのはもちろんこちら最超高速タイプ。だって気になるじゃない。最超高速タイプっていう言葉初めて聞いたもん。はい、このようにセットしてカバーを取り付けます。こうやってモーターが出てるから熱がこもらない。バンパーのところの金属ローラーめっちゃかっこいい。ここのレバーで肉と四駆を切り替えられるんですが、後ろのスイッチ、こちらで低速と高速も切り替えることができるようです。真ん中にするとオフ、左だと低速、右だと高速。ちょっと動かしてみましょうかね。まず低速。そして高速。もう音が全然違うの分かりますかね。というわけでまだシールは貼ってませんが一応完成です。まだシールを貼ってないのはね、正直塗装をするかどうか迷ってます。ガンガン走らせて遊ぶにはもう塗装をしない方がっていうのもあるんですよね。
さあミニ四駆のコースを用意しました。それでは侍の走りを見てみましょう。まずは四駆モードの低速モードから。低速モードでも十分速い気がする。続いて四駆モードの高速モード。もう音がすごい。だいぶ速い。すごいぞ。肉モードにしたら速さどうなんでしょう。肉の低速モード。結構遅い？どうだろう。あんま変わんないかな。続いて肉の高速モード。速いね。でも四駆の時もこれぐらいだったような。ちょっと比較の対象がないと分かりづらいので、以前このチャンネルで作りましたミニ四駆のフォックス、こちらと速さの比較をしてみましょう。侍の方はまずは四駆の低速モードから。フォックスこんな遅かったっけ？もうあっちゅう間に追いついた。これでも低速モード。続いてフォックスと侍の高速モードいきます。あれ、フォックスがなんかさっきより速いような気がする。なんだろう。すぐ追いついた。でもなんかフォックスがさっきより速い。ちょっとフォックスの調子がよくありませんので、こちらも以前このチャンネルで作りましたターボオプティマジュニア、こちらと比較していきます。まずはターボオプティマジュニアの高速モードと侍の低速モード。なんかここのローラーの性能なんでしょうかね。ちょっとターボオプティマジュニアの方引っかかるような感じがあるので、こちらが高速モードでこちらが低速モードなんですが、それでもすぐに追いつかれてしまいました。続いてターボオプティマジュニアの高速モードと侍の高速モードいきます。というわけでザ・サムライジュニアとターボオプティマジュニア、そしてフォックスジュニアを比較してみました。フォックスジュニアに関してはちょっと調子が悪かったとはいえ、もう圧倒的にサムライジュニア速かったです。改造せずにノーマルの状態だったらこれ当時最強だったんじゃないでしょうかね。というわけで結果はザ・サムライジュニアめっちゃ速かった。
というわけでハイパージュニアレーサー2のシリーズからザ・サムライ 4WD ジュニア見ていただきました。いかがだったでしょうか。いや早かった。無改造であのスピード、当時では敵なしだったんじゃないかな。まあ当時からその存在を知ってた人も今回初めて見たよって人も楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。とかなんとか言いながら実はここまで全部前振り。次回こそ本編これやっちゃいます。正真正銘ザ・サムライ 4WD。 なんと見組み立てでゲットできたこいつを次回作っちゃいますんでお見逃しなく。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな明日もお仕事頑張ってね。